こんにちは。皆さんは日本の小学校がどのようなところか、小学生がどのような生活を送っているか気になりませんか？例えば、ランドセル、掃除の時間、クラブ活動や給食のメニューなど、日本ならではのものがたくさんあります。今回は日本の小学校や小学生たちの生活についてご紹介します。ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。日本の小学校、6歳から12歳までの子供が通います。小学1年生から6年生まであります。一つのクラスに一人ずつ担任の先生がいて、すべての教科を教えます。日本には公立と私立の小学校があります。公立は市や町が運営しており、授業料は無料です。私立は団体が運営しており、それぞれに特徴があります。公立よりお金がかかることが多いです。今回は公立小学校を中心にお話ししてゆきます。学期と休み。日本の小学校では、新学期は4月に始まります。1年間は3つの学期に分かれています。1学期は4月から7月で新しい学年の始まりです。運動会などの行事もあります。2学期は9月から12月で最も長い学期で、文化祭や遠足などのイベントもあります。3学期は1月から3月で、学年のまとめをする期間で、卒業式も行われます。夏休みと冬休みは宿題が出ますが、春休みは学年が変わるので宿題がありません。宿題はプリントや計算ドリル、夏休みには自由研究などの課題が出されることがあります。宿題の量は学校の方針によっても異なりますが、担任の先生によっても違うようです。小学校の一日の流れ、朝8時頃に始まり、午後3時から4時頃に終わります。朝の時間、8時から8時半頃、子供たちは徒歩で登校するのが一般的です。集団登校といって、近所の子供たちが一緒に登校する場合もあります。1年生は黄色の帽子をかぶります。学校に着いたらランドセルを置いて朝の会をします。先生が出席を確認し、一日の予定を伝えます。午前中の授業、8時半から12時頃、1時間の授業は45分が一般的です。午前中は1時間目から4時間目まであります。間には5分から10分の休み時間があります。子供たちは教室の中で友達と話したり、校庭で遊んだりします。給食、12時から12時45分頃、
学校で給食を食べます。子供たちが当番になり、配膳を手伝います。配膳を手伝う給食当番は、生徒一人一人に食事を配ります。衛生面を考えて、白衣と帽子をかぶり配ります。栄養バランスがしっかり考えられており、和食、洋食、中華など様々なメニューがあります。給食のメニュー、子供たちに人気がある、よく出るものを紹介します。人気メニュー1、カレーライス。最も人気があるメニューの一つがカレーライスです。大きな鍋でじっくり煮込まれ、野菜やお肉の旨味がたっぷり入っています。給食のカレーはスパイスが控えめで、小学生でも食べやすいです。おかわりをする子供も多く、じゃんけんで勝った人から順番におかわりをすることがあります。人気メニュー2、ソフト麺。見た目は少し太いスパゲッティのような麺で、ビニール袋に入っています。子供たちはこの麺をスープやミートソースと混ぜて食べます。学校によってはカレーソフト麺や和風だしのスープ麺など様々な種類があります。人気メニュー3、揚げパン。コッペパンを油で揚げて砂糖やきな粉をまぶしたシンプルなパンです。外はカリッと、中はふわふわで美味しいです。周りに砂糖やきな粉がまぶされているので、口の周りにつきますが、気にしないで頬張ります。日本らしいメニュー1、サバの味噌煮。サバを甘い味噌のタレで煮込んだ料理で、ご飯との相性がとても良いです。魚が苦手な子供もいますが、味噌煮は柔らかくて食べやすいため、好きな子供もいます。日本らしいメニューに、ひじきの煮物。栄養価が高い和食の一つで、副菜として出されます。ひじきは海藻の一種で、カルシウムや鉄分が含まれています。人参、大豆、ちくわなどと一緒に甘めの醤油で煮込みます。日本らしいメニュー3、味噌汁。豆腐、わかめ、じゃがいも、大根、ネギなど様々な具材が入っています。地域によって味噌の種類が違うこともあります。関東では合わせ味噌で、関西では白味噌を使うことが多いです。ご当地メニュー、その地域の特産品を使ったご当地メニューが出るときもあります。例えば、北海道ならラム肉の炒め物のジンギスカン、大阪はお好み焼きなどがあります。鹿児島ならさつま揚げの入ったさつま汁や、沖縄ならゴーヤと豆腐の炒め物のゴーヤチャンプルーなどがあります。子供たちにとって美味しく食べることを学ぶ時間でもあり、日本の食文化に触れる機会にもなっています。また、給食の時間には各教室のスピーカーから音楽が流れます。日本のポップスやクラシック音楽、
映画のテーマ曲など、様々なジャンルの音楽が流れます。子供たちは友達とおしゃべりをしたり、音楽を聴いたりしながら食事の時間を楽しみます。昼休み、12時45分から13時15分ごろ、昼休みの時間には運動場や体育館で遊ぶ子供が多いです。ドッジボールや鬼ごっこなど、日本ならではの遊びをすることもあります。鬼ごっこの種類はたくさんあります。例えば、笛鬼は鬼にタッチされた人も鬼になり、どんどん鬼が増えていきます。担任の先生と気楽におしゃべりをする子供もいます。女の子は髪を可愛く言ってもらったりと、コミュニケーションを取る時間でもあります。午後の授業、13時15分から15時ごろ、午後は1から2コマぐらいあります。学年によって少しずつ授業の数が増えてきます。1から2年生は午前中の4時間授業で終わり、給食を食べて帰ることもあります。3から4年生は放課後にクラブ活動が始まったり、5から6年生の高学年からはさらに授業数も増えてゆきます。掃除の時間。日本の小学校では自分たちで学校を掃除します。子供たちはほうきで床を掃いたり、雑巾で机を拭いたりします。自分の使う場所は自分できれいにするという考えが大切にされています。帰りの会、下校。先生が連絡事項を話します。子供たちはそれぞれ家に帰ります。科目について、国語、算数、理科、社会、英語、音楽、体育、図工、家庭科、道徳など様々な教科を学びます。国語、日本語を学ぶ授業です。ひらがな、カタカナ、漢字の書き方や読み方を学び、文章を読む、書く力を身につけます。低学年では、まず、ひらがなとカタカナを練習します。その後、簡単な漢字を習います。文章を読んだり、書いたりする練習もします。中学年になると、作文や感想文を書くことが増えていきます。たまに習字の授業もあり、筆を使って書きます。高学年になると、もっと長くて難しい文を読んだり書いたりできるようにします。1年生の国語の教科書のレベルの例を見てゆきましょう。大きな川がありました。青く光る水の中には小さな魚が泳いでいます。3年生の国語の教科書のレベルの例を見てゆきましょう。広い海に大きな魚と小さな魚がたくさんいました。決して離れ離れにならないようにみんなで一緒に泳ぎました。6年生の国語の教科書のレベルの例を見てゆきましょう。今日の朝、お母さんと喧嘩をした。僕は知らん顔して学校に行った。帰ってからなんて言って謝ろう。
胸がもやもやして学校への足取りも重い。教科書にある物語を少し変えて作ってみました。どの学年の分も簡単でしたか？それとも難しい文もありましたか？算数、計算や図形について学ぶ授業です。1年生では足し算や引き算を学ぶことから始めます。2年生になると九九を覚え掛け算。3年生になると割り算のやり方も覚えます。高学年になると分数や小数の計算、面積の求め方など少し難しい問題を学びます。理科、自然や科学について学びます。実験をすることが多く、子どもたちは楽しみながら学ぶことができます。社会、日本や世界の地理、文化について学びます。高学年になると日本の歴史や政治について学びます。音楽、歌を歌ったり、楽器を演奏します。リコーダー、鍵盤ハーモニカ、打楽器などを弾きます。また、日本の伝統的な歌や合唱コンクールで歌う曲を練習することもあります。体育、運動場や体育館があり、走る、飛ぶ、投げるなどの基本的な運動を学びます。また、マット運動、鉄棒、飛び箱なども行います。夏になると学校のプールで泳ぎます。美術、図工、絵を描いたり工作をします。絵の具を使って風景画を描いたり、紙や木で作品を作ったりします。家庭科、料理や掃除、縫い物など生活に役立つことを習います。高学年になると簡単な料理、ミシンを使った縫い物、洗濯の仕方などを学びます。道徳、人として大切なことを学ぶ授業です。例えば、友達と仲良くするにはどうすればいいか、正しいことと間違ったことの違いなどについて話し合います。総合学習、最近追加された科目です。パソコンの使い方も学びます。生徒は自分で課題を見つけて考えたり判断しながら解決する力をつけます。自分の意見を人に伝え、周りの考えも大切にする力を育てることは将来に役立つ大切な学びの時間です。クラブ活動。4年生以上になると参加するクラブ活動をご紹介します。スポーツ系のクラブはサッカー、バスケットボール、卓球、バドミントンなどがあります。文化系のクラブは書道、音楽、手芸、科学、パソコンなどがあります。学校行事とイベント。一年を通して様々な学校行事があります。ご紹介してゆきます。入学式、4月。4月になると、新しく1年生が小学校に入学します。入学式という式典が開かれます。
1年生はランドセルを背負って少し緊張しながらもワクワクしながら登校します。運動会、5月や10月、かけっこ、リレー、玉入れ、大玉転がし、綱引きなど様々な競技が行われます。赤組と白組のチームに分かれて競い合う学校もあります。どちらのチームが勝ったかが発表され、頑張ったことを称え合います。遠足。日本の小学校では1年に1回または2回ほど遠足があります。遠足では公園や動物園、博物館などに行き、クラスの友達と楽しい時間を過ごします。林間学校、修学旅行、3年生から6年生、クラスの友達と一緒に遠くへ旅行に行き、歴史や文化を学びます。林間学校は山や森の中で自然体験をすることを目的とした宿泊イベントです。修学旅行は日本の歴史や文化を学べる場所に行きます。行き先は学校によって違いますが、多くの小学校では京都や奈良などの歴史的な場所を訪れます。文化祭、10月から11月。子どもたちが作った作品を展示したり、劇や音楽の発表をするイベントです。文化祭は家族や地域の人も見に来るので、子どもたちはとても楽しみにしています。授業参観。この日は家族が学校に来て子どもたちの授業の様子を見学する日です。普段と同じように先生が授業をして子どもたちは勉強をします。家族は教室の後ろで立って見学します。見てもらえて嬉しいと感じる子どもと緊張してしまうのでこの日をとても嫌がる子どもと両方います。卒業式3月。6年生は小学校を卒業する前に卒業式を行います。卒業式では卒業証書を受け取り、先生や友達に感謝の気持ちを伝えます。放課後の過ごし方。日本の小学生は放課後の時間を自由に使うことができます。両親が仕事などで昼間家にいない家庭は学童保育を利用することができます。放課後や長い休みに遊びや生活の場を提供する施設です。宿題も一緒に行います。習い事に通う子どもも多いです。スポーツ、楽器、勉強、芸術などが一般的な習い事です。スポーツ系の習い事で人気なのは、水泳教室やサッカー、体操教室などです。音楽や楽器の習い事は、ピアノやバイオリンが一般的です。特に女児に人気の習い事です。日本らしい習い事もあります。剣道は日本の伝統的な武道の一つで、竹刀を使って戦うスポーツです。道場では正しい構え方や足の運び方、竹刀の振り方を学びます。空手では
心を落ち着けて冷静に判断する力も大切にされています。また、帯の色でレベルが分かれており、昇級試験に合格すると、帯の色が変わり、上のクラスに進むことができます。日本の文化や芸術に触れることができる習い事も人気があります。書道では筆と墨を使って美しい字を書く練習をします。正しい姿勢や集中力も身につきます。そろばんでは計算のスピードや数字の感覚を身につけられる習い事です。勉強系の習い事、学校の勉強をサポートするために通う子どもも多いです。英会話、英会話スクールでは海外や日本人の先生に英語を学びます。最近では英語の授業が小学校でも始まったため、習う子どもが増えているようです。学習塾、学校の勉強をより深く学ぶことができます。中学受験を行う子どもは、専用の学習塾に通うことが多いです。受験をしない子どもも塾に行って学力の向上に努めます。受験塾はかなりハイレベルな授業が行われます。そのため、勉強時間も長く、夜の8時くらいまで塾で勉強をします。受験をしない子どもは、少人数制や個別の塾が人気です。最近はパソコンやタブレットで学べる映像授業の塾も増えています。ルールとマナー。日本の小学校には学校生活をスムーズにするためのルールやマナーがあります。挨拶。挨拶をしっかりすることを大切にしています。授業の始めと終わりに代表の生徒が起立、礼と掛け声をかけ、生徒全員で礼をします。上履きを履く。学校の中では上履きを履きます。これは床を汚さないようにするためや、外と中を分ける習慣として行われています。学校に着いたら、玄関で外履きから上履きに履き替えます。その他のルール、廊下は走らない、授業中は立ち上がらない、お昼ご飯以外は飲食禁止などです。いかがでしたか？日本の小学校は勉強だけでなく、生活のルールや協力することも学ぶ場所です。皆さんの国の小学校とどんなところが違いましたか？ぜひコメントで教えてください。ここまでご覧いただきありがとうございました。次は友達に話すような文でお話ししてゆきます。こんにちは。みんな、日本の小学校ってどんなところか、小学生がどんな生活をしているのか気にならない？例えば、ランドセル、掃除の時間、クラブ活動、それに給食のメニューとか、日本ならではのものがたくさんあるんだよね。今回は日本の小学校と小学生たちの生活について紹介していくよ。最後まで楽しんで聞いてね。日本の小学校。日本の小学校は
6歳から12歳までの子供が通う学校だよ。小学1年生から6年生まであって、クラスには担任の先生が一人いて、すべての教科を教えてくれるんだ。日本には公立と私立の小学校があるんだけど、公立は市や町が運営していて、授業料は無料。一方、私立は会社や団体が運営していて、それぞれの学校に特徴があるんだ。お金がかかることが多いね。今回は公立小学校を中心に話していくね。学期と休み。日本の小学校は4月に新学期が始まるよ。1年間は3つの学期に分かれてるんだ。1学期は4月から7月で新しい学年の始まり。運動会とか大きな行事もあるよ。2学期は9月から12月で1年で一番長い学期。文化祭や遠足があるよ。3学期は1月から3月で1年間のまとめをする時期で卒業式もあるね。夏休みと冬休みには宿題が出るけど、春休みは新学年に向けた準備期間だから宿題はないよ。宿題はプリントや計算ドリルがよく出るよ。夏休みには自由研究っていう特別なものがあるんだ。宿題の量は学校や先生によって違うみたいだね。小学校の一日の流れ。朝8時頃に始まって、午後3時から4時頃に終わるのが一般的だよ。朝の時間、8時から8時半頃、歩きで登校するのが一般的だね。集団登校って言って、近所の子供たちが一緒に登校することもあるよ。一年生は黄色い帽子をかぶってるんだ。学校に着いたらランドセルを置いて朝の会。先生が出席を確認して一日の予定を伝えるよ。午前中の授業。8時半から12時頃。1時間の授業はだいたい45分。1時間目から4時間目まであるよ。間に5分から10分の休み時間もあるよ。教室で友達と話したり、校庭で遊んだりするんだ。給食。12時から12時45分頃。日本の小学校では給食が出るよ。給食の時間になると、給食当番の子が給食を配るんだ。衛生面を考えて、白衣と帽子をかぶって配膳するよ。みんなに配るの楽しかったな。給食は栄養バランスがしっかり考えられていて、和食、洋食、中華とかいろいろなメニューがあるんだ。給食のメニュー。子供たちに人気があるメニューを紹介するね。人気メニュー1、カレーライス。日本の小学生にとってカレーライスは大人気メニューの一つ。大きな鍋でじっくり煮込まれたカレーは野菜やお肉の旨味がたっぷり。給食のカレーはスパイス控えめだから小学生でも食べやすいんだ。おかわりする子も多くて
じゃんけんで勝った人から順番にもらいに行くよ。人気メニューにソフト麺。ちょっと太めのスパゲッティみたいな麺でビニール袋に入ってるのが特徴。子供たちはこの麺をスープやミートソースと混ぜて食べるんだ。カレーソフト麺や和風だしのスープ麺など、学校によっていろんな種類があるよ。人気メニュー3、揚げパン。コッペパンを油で揚げて、砂糖やきな粉をまぶしたシンプルなパン。外はカリッと、中はふわふわで、すごくおいしい。砂糖が口の周りについちゃうけど、気にせずかぶりつくのが小学生ならでは。日本らしいメニュー1、サバの味噌煮。サバを甘い味噌のタレで煮込んだ料理。ご飯と合うよ。魚が苦手な子もいるけど、甘い味噌味だから食べれる子も多いね。日本らしいメニューに、ひじきの煮物。栄養バランスが考えられた和食の副菜。ひじきは栄養たっぷりの海藻で、人参、大豆、ちくわと一緒に甘めの醤油で煮込むよ。日本らしいメニュー3、味噌汁。豆腐、わかめ、じゃがいも、大根、ネギと具沢山なことが多いよ。地域によって味噌の種類が違うこともあって、関東は合わせ味噌、関西は白味噌が多いかな。ご当地メニュー。日本各地にはその地域の特産品を使ったご当地メニューもあるんだ。例えば、北海道ならラム肉の炒め物のジンギスカン。大阪はお好み焼きが出るよ。鹿児島ならさつま揚げの入ったさつま汁とか、沖縄ならゴーヤと豆腐の炒め物のゴーヤチャンプルーとか、給食はただ食べるだけじゃなくて、美味しく食べることを学ぶ時間でもあるし、日本の食文化を知る機会にもなってるんだよね。給食の時間には、教室のスピーカーから音楽が流れることがあるよ。日本のポップス、クラシック、映画のテーマ曲とか、いろんな音楽が流れるんだよね。子供たちは友達とおしゃべりしたり、音楽を楽しみながら食事の時間を過ごしてるよ。昼休み、12時45分から13時15分頃。昼休みは子供たちにとって楽しみな時間。運動場や体育館で遊ぶ子が多いかな。ドッジボールや鬼ごっこをすることもあるよ。いろんな種類の鬼ごっこをするよ。例えば、笛鬼は鬼にタッチされた人も鬼になって、どんどん鬼が増えていくルールなんだ。あと、先生と話したり、女の子たちは髪を可愛く結んでもらったりして、みんなで楽しく過ごす時間でもあるんだよね。午後の授業、13時15分から15時頃。午後の授業は1から2時間くらい。学年が上がるにつれて授業の数も増えてくるんだ。低学年は午前中の授業が終わったら給食を食べて帰ることもあるよ。3から4年生になると放課後にクラブ活動が始まることも。
5から6年生になると、さらに授業数が増えて、内容も少しずつ難しくなるよ。掃除の時間。日本の小学校では、自分たちで学校を掃除するのが当たり前なんだ。ほうきで床を掃いたり、雑巾で机を拭いたりするの。自分が使う場所は自分できれいにするという考えを大事にしているよ。帰りの会、下校。一日の最後には帰りの会があって、先生が連絡事項を伝えるよ。その後、それぞれ家に帰るんだ。科目について、いろんな教科を学ぶよ。国語、算数、理科、社会、英語、音楽、体育、図工、家庭科、道徳など、たくさんあるんだ。国語、日本語を学ぶ授業で、ひらがな、カタカナ、漢字の書き方や読み方を勉強するよ。一年生では、ひらがな、カタカナの練習から始めて、その後、簡単な漢字を習っていくんだ。文を読む練習もするよ。三年生くらいになると、作文や感想文を書くことが増えて、たまに習字の授業もあるね。筆を使って字を書く練習をするの。6年生になると、もっと長くて難しい文章を読んだり、書いたりできるようになるんだ。1年生の国語の教科書のレベルを見てみよう。大きな川がありました。青く光る水の中には小さな魚が泳いでいます。次は3年生の国語の教科書のレベルを見てみよう。広い海に大きな魚と小さな魚がたくさんいました。決して離れ離れにならないようにみんなで一緒に泳ぎました。最後は6年生の国語の教科書のレベルを見てみよう。今日の朝、お母さんと喧嘩をした。僕は知らん顔して学校に行った。帰ってからなんて言って謝ろう。胸がもやもやして学校への足取りも重い。教科書にある物語を少し変えて作ってみたよ。どの学年の文も簡単に感じた？それとも難しいと思ったかな？算数、計算や図形について学ぶよ。1年生では足し算や引き算からね。2年生になると九九を覚えて掛け算。3年生で割り算も習うんだ。高学年になると分数や小数の計算、面積や体積の求め方とか、ちょっと難しい問題も出てくるよ。理科、自然や科学について学ぶ授業。実験をすることが多くて、子供たちは楽しみながら学んでるね。社会、日本や世界の地理、文化を学ぶよ。高学年になると、日本の歴史や政治についても学んでいくんだ。音楽、歌を歌ったり、楽器を演奏するんだ。リコーダー、鍵盤ハーモニカ、打楽器などを弾くよ。また、日本の伝統的な歌や合唱コンクールで歌う曲を練習することもあるね。体育、運動場や体育館で走る、
飛ぶ、投げるなど、基本的な運動を学ぶよ。マット運動、鉄棒、飛び箱の授業もあるし、夏には学校のプールで泳ぐ授業もあるんだ。美術、図工、絵を描いたり、工作をしたり、絵の具で風景画を描いたり、紙や木で作品を作るよ。家庭科、料理や掃除、縫い物など、生活に役立つことを学ぶの。高学年になると、簡単な料理やミシンを使った縫い物、洗濯の仕方も学ぶよ。道徳、人として大切なことを学ぶ授業。例えば、友達と仲良くするには、正しいことと間違ったことの違いは、こういうことをみんなで話し合うんだよね。総合学習。最近追加された科目で、パソコンの使い方を学ぶこともあるよ。子供たちは自分で課題を見つけて考えたり判断したりしながら解決する力をつけるんだ。自分の意見をしっかり伝える練習もするよ。それだけじゃなくて、周りの人の考えを聞くことを大切にすることも学ぶの。クラブ活動。4年生からはクラブ活動に参加できるよ。スポーツ系のクラブはサッカー、バスケットボール、卓球、バドミントンとかがある。文化系のクラブは書道、音楽、手芸、科学、パソコンとかがあるね。好きなクラブを選んでみんなで活動するよ。学校行事とイベント。一年を通していろんな学校行事があるよ。入学式、4月。4月になると新しく1年生が小学校に入学するよ。入学式が開かれるの。1年生はピカピカのランドセルを背負って、ちょっと緊張しながらもワクワクして登校するんだ。運動会、5月や10月、かけっこ、リレー、玉入れ、大玉転がし、綱引きなど、いろんな競技をするよ。赤組と白組に分かれて競い合う学校もあって、どっちのチームが勝ったか最後に発表されるんだ。みんなで頑張ったことを称え合うよ。遠足、一年に数回、クラスのみんなと一緒に遠足に行くよ。行き先は公園、動物園、博物館、テーマパークなど学校によって様々。林間学校、修学旅行、3年生から6年生、小学校3年生から6年生になると泊まりがけのイベントも増えてくるよ。林間学校では山や森の中で自然体験をする宿泊の行事。修学旅行は日本の歴史や文化を学べる場所に行くよ。修学旅行は学校によって行き先が違うけど、京都や奈良みたいな歴史的な場所を訪れることが多いんだ。文化祭、10月から11月。文化祭では子どもたちが作った作品を展示したり、
劇や音楽の発表をしたりするよ。この日は家族や地域の人も学校に来るから、子供たちにとっても特別なイベントなんだ。授業参観。この日は親や家族が学校に来て子供たちの授業を見学するよ。普段と同じように授業を受けるけど、家族が後ろで見てるからちょっと緊張しちゃう子もいるね。頑張ってるところを見てもらえて嬉しいって思う子もいるし、いろいろだよ。卒業式、3月。6年生は小学校を卒業する前に卒業式があるよ。卒業証書を受け取って先生や友達にありがとうの気持ちを伝える大切な日。放課後の過ごし方。日本の小学生は放課後を自由に過ごせるよ。でも、親が仕事で家にいない場合は、学童保育を利用することができるんだ。学童保育では、宿題をしたり、友達と遊んだりしながら過ごすよ。習い事に通う子も多くて、スポーツ、楽器、勉強、芸術など、いろんな習い事があるんだ。スポーツ系の習い事で人気なのは、水泳やサッカー、体操教室とか、特にピアノやバイオリンは定番で、女の子に人気が高いんだ。日本らしい習い事もあるよ。剣道は竹刀を使って戦うスポーツ。道場では正しい構え方や竹刀の振り方を学ぶよ。空手は突きや蹴りを使って技を磨く日本の武道。道場では基本的な型や組み手から習うよ。空手って心を落ち着けて冷静に判断する力もすごく大事にされてるんだよ。帯の色でレベルが分かれていて、昇級試験に合格すると帯の色が変わるの。日本の文化や芸術に触れることができる習い事も人気があるよ。書道は筆と墨を使ってきれいな字を書く練習をするの。正しい姿勢や集中力も大切で、気持ちを落ち着けるのにもいい習い事なんだよね。そろばんでは木でできた計算道具を使って計算のスピードや数字の感覚を鍛えるんだ。勉強系の習い事。勉強の習い事も通う子が多いんだよね。学校の授業だけじゃちょっと足りないって思うと、塾に通い出すね。英会話。英会話スクールでは、海外や日本人の先生と一緒に楽しく英語を学ぶんだ。最近は小学校でも英語の授業が始まってるから、英会話を習う子も増えてきてるよ。学習塾。学校の勉強をもっと深く学ぶ場所だね。塾に通う子は中学受験をすること、勉強がもっとできるようになりたいっていう子で、行く塾やコースが違うんだ。受験塾の授業は学校よりもかなりハイレベル。だから勉強時間も長くて夜8時くらいまで塾にいることもあるんだよね。学校の勉強のサポートをしてもらいたい子は少人数制や
個別で教えてくれるところが人気なんだよね。最近はパソコンやタブレットで勉強できる映像授業の塾も増えてきてるよ。ルールとマナー。日本の小学校には学校生活をスムーズにするためのルールやマナーがあるよ。挨拶。挨拶をすることを大切にしているよ。授業の始めと終わりの起立、礼の掛け声で全員でお辞儀をするよ。上履きを履く。学校の中では上履きを履くよ。床を汚さないようにするためや、外と中を分けてるんだよね。学校に着いたら、玄関で外履きから上履きに履き替えるよ。その他のルール。廊下は走らない。授業中は立ち上がらない。お昼ご飯以外は飲食禁止とかがあるよ。いかがでしたか？日本の小学校では勉強だけじゃなくて生活のルールや協力することも学ぶんだ。みんなの国の小学校と似てるところ、違うところ、どこかあった？ぜひコメントで教えてね。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本の文化や習慣、日本人の考え方などをわかりやすくお伝えする動画をお届けしています。いいなと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次の動画を作る励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。他の動画も見てみたいなと思ってくださった方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。登録してくださった方、ありがとうございます。励みになります。